こんばんは、インリビングです。今日は1年ぶりくらいに質問返しをしていきたいと思います。質問は結構前にインスタグラムの方で募集したものからランダムで選んで伝えたいと思います。まず、憂鬱な時は何をしますか？憂鬱な時はいくつか段階があると思うんですけど、ちょっとは元気がある時は好きなことをひたすらやる。例えばゲームをやり続けるとか、今だったら外に出て土いじりをするとか、お散歩をするとか、そういう好きなことをして回復を図ります。そういうことをする元気もない時はとにかく寝てエネルギーを回復する。食べることとかも、お風呂に入ることとか食べることも二の次にしてひたすら寝ます。で、本当に元気がない時、寝るのも結構エネルギーがいると思うので、それもできない時はとにかくぼーっとする。もう何もできないから何もしなくていいやと全てを放棄してぼーっとする。で、ぼーっとして少しエネルギーが溜まってきたら、そのエネルギーを使って寝る。寝てまたエネルギーが溜まってきたら好きなことをして回復するという感じで徐々に回復します。憂鬱な気分がなくなるまでそういう風にして回復します。伝わるかな？私も結構憂鬱から抜け出すのに時間がかかるタイプなので、天気の影響も結構大きいと思うので、あんまり自分のせいで憂鬱なんだって思わないのも大事かもしれません。次、香水は使っていますか？香水は使っていません。私は強い香りが苦手なので、できれば無臭でいたいと思っています。使うものとかも無香料とか原材料がするものとかを選んでいます。香りがあるものは甘い香りが結構苦手なので、スッとするハーブの匂いとか葉っぱの匂いとか、あとは柑橘系の匂いとかを選んでいます。次、芸能活動はしますか？芸能活動はしません。芸能活動がどういうものを指すのかっていうのは人それぞれだと思うんですけど、自分の中では割と明確に線引きがされていて、いわゆる芸能活動というものはするつもりはありません。でもインリビングとしてとか、インリビングのリリカとしてのいただいたお仕事はできる限りできそうなことはやっていきたいと思っています。次、行ってみたい県は北海道です。やっぱり海鮮が好きなので、美味しい海鮮を食べに行きたいなという気持ちと、あとは雪、あんまり雪が降らないところで生まれ育ったので、積もった綺麗な雪が見たいという気持ちがあります。次、好きなおつまみは厚揚げ、お豆腐の周りにお揚げがついている
厚揚げを焼いてネギとか生姜とか納豆とかをのせてお醤油をかけて食べるあれとか、最近よくやっている鶏皮ポン酢とか、あとはやっぱりチーズ全般が好きです。おすすめのカップラーメンは好きなカップラーメンはトムヤムクンラーメンです。日清のカップヌードルのトムヤムクン味がおすすめです。ほぼあれしか食べないと言っても過言ではないくらい食べています。次、作ってみたい料理は作ってみたいのはタイ料理ですね。作ってみたいというかマスターしたい。和食が好きなのはもちろんなんですけど、食べて一番テンションが上がるのはタイ料理です。パッタイとかグリーンカレーとかトムヤムクンとかガパオライスとか、ああいうものが好きでウーバーイーツとかでもよく頼んで食べます。タイ料理もスイカジュースとかも好きで、熱いのも好きなのでタイが結構肌に合うんじゃないかなと思います。実際にタイにも行ってみたいです。スナック菓子は食べますか？食べます。でもあんまりおやつを食べることがあんまりないので、たまにこれはちょっと惹かれるかもしれないんですけど、ちゃんとしたご飯と一緒にポテトチップスを食べるのが好きで、食後にとかじゃなくてご飯とお味噌汁とおかず、例えば野菜炒めとポテトチップスをこう4角食べ3角食べならぬ4角食べするのが好きで、ご飯にのせたりはしないんですけど普通にこう一緒に食べるのが好きで、なんかちょっといけないことをしているような気分になるのがより美味しく感じるのかもしれません。コラボはしますか？コラボは機会があればという感じです。本当にコミュ障なところがあるので、コミュ障で片付けていいのかはわからないんですけど、考えただけで緊張してしまうんですよね。自分の中でスイッチが入ればもう会話をしたりとかそういうことはできるんですけど、こう別人のようになってしまうというか、よそ行きモードになってしまうんですよね。なのでいつも通りの自分でいられるようになったらコラボなどもしてみたいと思います。そこをちょっと、動画を始めた当初から克服中です。次、今欲しいものは気力です。次、爪のケアはしていますか？いえ、爪のケアは何もしていません。指毛もそのままあります。私はよく指を切ったりとか手を切ったりしてしまうので、多分この指毛は必要なものだろうと思って残しています。手が乾燥しやすくてよくワセリンを塗っているので、もしかしたらそれが爪に何かしらの影響を及ぼしているかもしれません。次、
朝シャキッとする方法は？それは私も教えてほしいです。どうやったら朝ってシャキッとするんですかね。でも私はたくさん寝た日の朝、12時間とか18時間とか寝た日の朝は割と元気に活動をスタートできる感じがします。たくさん寝ることかな。眠れない時はどうしていますか？眠れない時は寝ない。眠くなるまで寝ない。ちょっと前に眠れない日はどうしているかっていうのを動画に撮ってあげているので、よかったらその動画を見てみてください。次、動物の森の推しキャラは誰ですか？推しキャラはタンボです。カエルが好きという理由です。スイッチという雑誌で熱盛特集をやっていて、それでインタビューをしていただいたので、よかったら見てみてください。夕飯のネタを一つ分けてください。塩コショウをしてお肉を焼く私がお腹空いて何を食べようかな、エネルギーが欲しいなって思った時は塩でお肉か魚を焼いて食べます。手の込んだご飯も美味しいんですけど、なんだかんだ野菜もそうですけど、塩をかけて焼いただけのものが一番エネルギーになるような気がします。食べた時に、こういうのがいいんだよって思うような、そういうご飯が一番美味しいですよね。次、好きなラジオを教えてください。好きなラジオを聞かれることも多いんですけど、私は固定でこれを聞くみたいなのはなくて、もうその時々でやっているものを聞く。でもお風呂とかの時間に聞くことが多いので、かぶってはくるんですけど、流れているものから選んで聞くようにすると、いつも自分が聞かないような音楽とか話とかを聞くことができるのでおすすめです。偏らないというか、新しい発見があるので。次、結婚はしていますか？結婚はしていません。次、結婚願望はありますか？結婚願望はあるといえばあります。結婚のシステムには特に興味はないんですけど、一生を共にする約束が目に見えてわかるものだと思うので、それは安心するかなと思って、そういう意味ではしたいと思います。安心することがいいのか悪いのかっていうのはまだよくわからないんですけど、だから結婚という形ではなくてもいいのかもしれません。次、メガネをすることはありますか？必要がなければメガネでいます。小学校か中学校くらいまではメガネだったので、メガネをすることには抵抗がなくて、でも日常生活でメガネだと不便だなと思うことも多々あるので、コンタクトとメガネどちらも使っています。お昼寝の時はコンタクトを外すようにしています。次、今ハマっていることは何？今ハマっていることは植物を育てること、あと野菜が収穫できるようになってきたので、
それを収穫して食べること。次、お部屋のこだわりはありますか？お部屋のこだわり、全体で言うと日当たりです。内装で言うと、家具の木の色をダークブラウンで統一したこと。完全には統一していないんですけど、ダークブラウンを基本にしたことですかね。日々の楽しみは何ですか？日々の楽しみはご飯を食べることです。物を買う時の基準は何ですか？ビビッときたかどうか。なんとなくこれっていう買い物はしないようにしています。はい、ということで今回はこの辺で終わりにしようかなと思います。質問ありがとうございました。多分また質問返しをやると思うので、インスタグラムをフォローしておいていただけると、質問を募集しますっていう時に気づかなかったってなることがなくなるかなと思うので、よろしくお願いします。ということで、おやすみなさい。